巻き寿司といえばこれ、巻きすです。メモリ付きのまな板です。次はこちらです。皆さんこんにちは。巻き寿司アーティストのちゃちゃです。今日はこれさえあれば作れる巻き寿司の道具を徹底解説していきます。可愛い巻き寿司を作ってみたい。でも何を用意すればいいんだろう、どこで売ってるんだろう、こんな風に悩んでしまった経験はありませんか？私も最初はどんな道具がいいのか、どこで買えるのかがわからずとても悩んでいました。そこでお店の人に聞いたり、本で勉強したり、お寿司屋さんの大将に話を聞いてみたりしてお気に入りの道具に出会うことができています。今日はそんな私がこの動画で巻き寿司に必要な道具について徹底解説していきます。この動画を見れば可愛い巻き寿司が作れるようになっちゃいます。ちょっとした手土産にもぴったりですし、親子の時間として巻き寿司作りに挑戦されるのもいいかなと思います。私は今まで100名以上の方々に巻き寿司を教えてきました。皆さん一度習っただけでもとても上手に巻き寿司を作ることができています。今までの実績、ノウハウをもとに可愛い巻き寿司の作り方、コツなどを今後も紹介していきますので、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それでは、スタートです。巻き寿司を作るのに必要な道具はこちらです。巻きす、包丁、ボウル、平皿、デジタルスケール、メモリ付きまな板、エンボス手袋、濡れ布巾、小皿。どうでしょう？意外と少ない？結構多い？いろいろな感想があると思います。これから一つずつ説明していきます。巻き寿司といえばこれ、巻きすです。巻きすに使われる竹のことを竹ひごと呼びます。竹ひごが太いタイプのものを太口と言います。恵方巻きや太巻きを作るときに使用します。竹ひごが細いタイプのものを細口と言います。かっぱ巻きなどの細巻きや私が普段作っている巻き寿司アート、飾り巻き寿司を作るときに使われます。さらに巻きすには裏表があるものとないものがあります。このように平らな面があるものが裏表があるものです。このように平らな面がないものが裏表がないものになります。裏表あるものの方が綺麗な形を作れるので、裏表があるものをおすすめします。私は太巻きの時は30センチの巻きすを、飾り巻き寿司、巻き寿司アートの時は24センチの巻きすを使っています。今はスーパーや100均でも購入できますので、持ってないよという方はぜひこの機会に購入してみてください。次はこの巻きすの洗い方について簡単に説明していきます。大きめのボウルなどに40度程度のぬるま湯を入れます。この中に巻きすを入れ10分から15分程度浸していきます。こうすることで巻きすに残ったご飯粒などを柔らかくして浮かせることができます。この後、柔らかいスポンジで優しくこすって洗っていきます。この時洗剤は使用しないでください。洗剤を使用してしまうと洗剤の香りが巻きすについてしまうので、必ず洗剤がついていないスポンジで優しく洗ってあげてください。その後に隙間に詰まったご飯粒を竹串や爪楊枝などで取り除いていきます。軽くキッチンペーパーやタオルなどで水分を取ってから乾燥させます。私のおすすめはこういうクリップ付きのハンガーです。これを巻きすにつけて風通しの良いところで乾燥させます。少し手間はかかりますが、昔ながらの道具で巻き寿司作りに挑戦してみてください。次に説明するのがこちら。巻き寿司を切るときに使う包丁です。包丁は刃が薄くてよく切れるものをおすすめします。刃が厚いと巻き寿司が切りにくいので、出刃包丁などは避け、ご自宅にある刃の薄いものを使うようにしてください。お子さんと一緒に巻き寿司を作る場合は、子供用の包丁があると安心です。私は親子レッスンの時にこの可愛い子供用の包丁を使っています。子供たちから可愛いと好評なんです。概要欄に購入できる URL を貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。次はこちら、ボウルについて説明していきます。大きい方に作った寿司飯を入れます。これは20センチです。小さい方のボウルは14センチです。デジタルスケールの上に置き、寿司飯のグラムを測ったり、寿司飯と食材を混ぜて色をつけるときに使用していきます。次はこちら、平皿について説明していきます。平皿は25センチのものを使用しています。これは海苔を置いたり、グラムごとに分けた寿司飯を置いたりします。寿司飯と海苔が置ければ問題がないので、お家にあるもので大丈夫です。次はデジタルスケールについて説明していきます。デ
デジタルスケールを使って寿司飯をグラムごとに分けていきます。料理やお菓子作りに便利なので、持ってないよという方はぜひこの機会に購入してみてください。Amazon やニトリなどで1000円前後で購入が可能です。次はこちら。巻き寿司を作るときにとっても重要なメモリ付きのまな板です。このまな板には1メモリ1センチでメモリが入っています。巻き寿司を作るとき、50センチの寿司飯を5センチ幅に広げてとか、海苔の上端2センチ開けてというレシピがたくさんあるんです。その際にこのまな板についているメモリを見ながら作成します。完成した巻き寿司を均等にカットするときにも使用します。私が使っているのは100均のまな板でキャンドゥで購入しています。これは裏表があり、色の薄い方が表で色の濃い方が裏です。裏表間違えて使ってしまうとメモリが薄くなってしまうので気をつけてください。次はこちら。メモリ付きまな板と同じぐらい重要なエンボス手袋です。これはエンボス加工という手袋に細かい凹凸がついていて、これをしているとご飯粒がくっつきにくくなっています。ザラザラしているのわかりますでしょうか？衛生的にもいいですし、巻き寿司に限らずおにぎりとか作るときにとっても便利です。私はいつも業務用スーパーで購入しています。購入する際の注意点として、エンボス加工が手袋の内側についているものもあります。パッケージに内エンボスまたは外エンボスと書いているので、必ず外エンボスと書いてあるものを購入してください。実はこれ子供用のサイズもあって、親子レッスンの時にいつも使用しています。こちらが大きい方のサイズで4歳から8歳用、こちらが小さいサイズで2歳から5歳用です。これも Amazon のリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひお子様の分も購入して親子で巻き寿司作りに挑戦してみてください。次はこちら。濡れ布巾について説明していきます。食材と寿司飯を混ぜた後のボウルを拭いたり、巻き寿司を切った後の包丁を拭いたりします。結構汚れるので使い捨てのものがおすすめです。キッチンペーパーを濡らして使用してもいいのですが、キッチンペーパーだとちょっと耐久性が弱いかなという印象です。私はいつもこれを4等分にカットして使用しています。ニトリや Amazon で購入することができます。次はこちら。小皿について説明していきます。手酢、お酢とお水1対1で割ったものを入れます。手酢は包丁を濡らすのに使うので、口が10センチぐらいのものを使用していただくといいかなと思います。はい、今まで説明したものが巻き寿司を作るときに必ず必要な道具たちになっています。これからはあると便利だよっていうものを紹介していきます。まずはこちら、半台です。寿司飯を作るときに使用していきます。今は持ってないよという方も多いと思うのですが、これがあると美味しい寿司飯を作ることができます。寿司飯の作り方はこちらの動画で説明しておりますので、ぜひご覧ください。一般的なご家庭だと2から3合ぐらいの寿司飯を作られることが多いと思うのですが、その場合は半台は4から6合用の半台を購入してください。作りたい寿司飯の倍の大きさの半台を使用することで、ご飯同士がくっつきにくく美味しい寿司飯を作ることができます。今はメルカリでも安く手に入るので、これからたくさん巻き寿司やお寿司を作るよという方は持っておくといいかなと思います。購入して初めて使用される場合は、アク抜きという作業が必要になります。半台いっぱいにお水を入れ、酢を大さじ2から3杯入れ、2、3時間放置します。これはお米の研ぎ汁でも大丈夫です。時間が経ったら水を捨てて軽く拭いて使用可能になります。2度目以降は使用前に軽く濡らせば使用できます。使用後はできるだけすぐに洗いましょう。放置してしまうとお米が張り付いてしまい、洗うのが大変になってしまいます。巻き酢と同様、洗剤のついていない柔らかいスポンジとお水で洗ってあげます。水気はできる限り布巾を使って拭き取ります。その後、直射日光が当たらない場所で陰干ししてください。できるだけ風通しのいい場所を選ぶことで乾燥時間を短縮することができます。次はこちらです。おひつと呼ばれるもので炊き上がったご飯、寿司飯を入れていきます。おひつは先ほど説明した大きなボウルと同様の使い方をします。おひつはご飯の保湿もしつつ余分な水分を吸い取ってくれるので保存に最適です。寿司飯に限らず美味しいお米を食べたいという方は持っておくと便利かなと思います。手入れの方法は半台と同じになります。次はこちらです。海苔パンチと呼ばれる商品になります。
海苔パンチは海苔をカットしてくれる道具です。動物の巻き寿司や人の顔などを作るときに使用しています。何枚もハサミでカットするのはすごく大変なので、これがあるととても便利です。100均でも売られているのですが、100均のものは切れ味がとても悪いのでおすすめできません。ロフトや東急ハンズなどのお弁当コーナーで購入できます。次はこちら、ストローです。私はタピオカ用の大きいサイズ、このくらいの大きさのもの、これよりも細いものなどいろいろ用意しています。これでハムを抜いてほっぺを作ったり、かまぼこやスライスチーズを抜いて白目などを作ったりします。ストローを少し潰して楕円形にしたりもできるので、用意しておくと便利かなと思います。次はこちら、抜き型です。私はいつも和菓子用の抜き型を買っています。これは巻き寿司の飾り付けに使用しています。また、手まり寿司、かわいいお稲荷さん、ちらし寿司などを作ることもできます。お弁当にも使えるのでおすすめです。最後にこちら。こちらはお膳とか木製ランチョンマットと呼ばれているものなんですが、完成した巻き寿司を入れています。このようにいろいろな種類があります。あまり模様が入っていないものの方が巻き寿司が引き立つのでおすすめです。私は白、黒、赤をよく使用しています。いろいろな形、素材があるのでお気に入りのものを見つけてみてください。はい、これで準備万端です。そんなに高価なものや手に入りにくいものはないので、持ってないものがあったら、この機会に購入して一緒に巻き寿司作りを楽しんでいきましょう。現在、公式 LINE では美味しい寿司飯の作り方をまとめた資料や、美味しい可愛い巻き寿司作りに役立つコンテンツをプレゼント中です。お子さんを可愛い巻き寿司で喜ばせたい、お子さんと一緒に巻き寿司作りを楽しんでみたい、そんな方は動画下の概要欄から登録お願いします。今回の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。巻き寿司の道具について勉強になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけ。美味しく可愛い巻き寿司の美味しく可愛い巻き寿司美味しい可愛い巻き寿司作りに役立つコンテンツをプレゼント中です。こちらもまな板と、こちらもメモリ付きまな板と、こちらも、次はこちらもメモリ付きまな板と、メモリ付きまな板と同じぐらい重要なエンボス手袋です。